皆さんこんにちは。今回はですね、今週末いよいよ出荷開始になりました。こちらですね、EX NEXT LDT ですね。EX NEXT のレイダウントリガーバージョンのプロポ。こちらについて、紹介したいと思います。レイダウントリガーのですね、紹介に関してはですね、以前動画でやったことがあるんで、ちょっと内容的には結構被ってしまう部分が多いかなとは思うんですけれども、今回ですね、このレイダウントリガーに、NEXT バージョンが出たということでですね、これを機会にですね、もう一度ちょっとレイダウントリガーの、仕組みについてとですね、細かい調整方法について動画で紹介したいと思います。はい。ではまずですね、このレイダウントリガーっていうものですね、レイダウントリガーまだまだ知らないよって方、どんな、トリガーなのかわからないって方多いかと思うんですけれども、簡単に説明するとですね、普通のですね、トリガー、ガンタイプのトリガーのですね、視点を90度傾けた、ものがレイダウントリガーっていうものになりまして、動き的にはですね、こういった動きですね。普通のトリガーを90度傾けたところで円運動をするような、動きになります。でですね、このレイダウントリガーのメリットですね、この動きにしたことで何が良くなるかっていうところなんですけれども、それはブレーキです。スロットルのアクセルに関してはですね、手前に引くっていう動作、そんなに変わらないんですけれども、ブレーキですね、ブレーキをかけるときに、これ人差し指のですね、この腹の部分ですね、人差し指の腹の部分を使って、ブレーキをかけるんですけれども、こんな感じですね。人差し指の腹を使って押してあげる形で、ブレーキをかける操作をします。これがですね、レイダウントリガーの、一番の特徴になります。今まではですね、ここの爪でトリガーを押してあげるようなイメージのブレーキのかけ方なんですけれども、これをですね、指の腹でやることによってですね、より微調整がしやすくなるんですね。こんな感じで。イメージ的にはスティックプロポですね。スティックプロポのスティックを、この人差し指で、操作しているようなイメージなんですけれども、指の腹を使ってブレーキを、かけてあげるようにすることで、より、細かいブレーキの調整がしやすくなるというのがですね、こちらのレイダウントリガーの、まず特徴になります。ですので、おすすめはですね、初心者から中級者の方でですね、トリガー、今までの普通のガンタイプのトリガーのブレーキをですね、なかなかうまくかけられない、強くかけすぎてしまったりとかですね、逆にうまく弱すぎちゃって、ブレーキ効かせられないっていう方はですね、ぜひですね、このレイダウントリガー、試していただくとですね、よりスムーズなブレーキがですね、簡単にできるようになるかと思います。ですので、ブレーキが今のプロポでうまく使えないよっていう方にではですね、この、レイダウントリガーはすごく、おすすめいたします。でですね、まずですね、このレイダウントリガーを、使うにあたってですね、この調整ですね、調整が必要になってくるんですけれども、まずですね、一緒に付属で入ってくるこちらの2枚のシート、トリガーパッドセットっていう、単体で販売もしているので、以前動画で紹介したこともあるこのシートなんですけれども、これを使ってあげるとですね、すごく、違和感がなくなるかと思うんで、まずこれの貼り方から、紹介したいと思うんですけれども、まずですね、ここのトリガーですね、ここに、ビスがついてるんですけれども、こちら2mm の、六角でですね、外れるようになってるので、ここの、ビスを外してあげます。そうするとですね、ここにちょっと別に用意したんですけれども、ビスがついてて、ビス外すとですね、このような2つの、プラスチック部品に分けることができます。でですね、1つがですね、人差し指を押すアクセルの部分ですね。でこの部分に、この滑り止めの薄いシートですね、これをですね、切って貼ってあげます。これも実際貼ってあるんですけれども、こんな感じですね。でこれを貼ってあげることによって、これ滑り止めシートなんで、人差し指がつるんって滑るのを防いでくれます。以前はシャーシにですね、バッテリーの滑り止めとしても使えますよっていう、書いたこのシートなんですけれども、これが本来の使い方ですね。人差し指の部分ですねに貼って、人差し指の腹の当たる部分ですねに貼って、この人差し指のですねズレを防いであげるっていう、効果が出るこの、滑り止めのシートをここに貼ってあります。
で反対側ですね、ブレーキも人差し指の腹にあるんで、ブレーキ側とは言わないんですけれども、反対側、この爪の当たる部分ですね、にこのスポンジのシート、ちょっと分厚いシート、これを貼ってあげます。これを貼ってあげることでですね、これ実際に軽くこう爪に当たるような感じになるんですけれども、そこが柔らかくなるんで、これを貼ってあげることによってですね、変な違和感を消すことができます。なので基本的に操作するのは、この指の腹なんですけれども、これはですね、すっぽ抜け防止ですね。反対側に何もないとブーンってすっぽ抜けちゃう感じになる時があるんで、これを指をですね、挟んであげる感じでつけてあげるんですけれども、すっぽ抜け防止の押さえのところにですね、柔らかいスポンジをつけることで、変な違和感がなくなります。操作するのはあくまで指の腹なんですけれども、ちょっと爪に触れる部分にはなるかと思うので、ここにスポンジは貼ってあげるとですね、変な違和感がなくなるので、この2つのですね、シートを使って、調整してあげるのはですね、すごくおすすめになります。であとはですね、ここの、幅ですね、指の入るところの幅なんですけれども、ここはですね、ビスのところにこういうスペーサーって言いますか、ワッシャーっていうか、このプラスチックのプラワッシャー、プラスペーサーが入ってるんで、これのですね、枚数で、ここの幅をですね、調整してあげます。この間にですね、このプラスペーサーをですね、挟んであげる。挟んで、このネジで上から固定するんですけれども、これの幅の調整をします。これの幅なんですけれども、あんまりキツキツ、もう本当に指が挟まるぐらいにキツキツにしちゃうとですね、中で指が動かなくなって、変な違和感が出てしまうので、この爪がですね、当たるか当たらないかぐらいの隙間、開けてあげる感じですね。これぐらいの、間を持たせるのがですね、個人的におすすめかなと思います。基本的に腹側で操作するので、ここの部分っていうのは何も当たってなくて大丈夫なんで、ただいざという時ちょっと滑っちゃった時に、この爪がですね、このスポンジに当たって、すっぽ抜け防止になるっていう、それぐらいですね、爪との間、ちょっとだけ間が空くぐらいな感じのイメージで調整してあげるのがベストかと思います。はい。でですね、これでワッシャーをつけたら、実際に組み込んでいくんですけれども、で今度組み込んだらですね、次の調整っていうのはこの、スライドして、トリガーの位置の遠さですね、遠さを調整するんですけれども、まずですね、ここにビスが2つあります。これ同じくですね、2mm の六角ナットで、回すことができるので、これをですね、ちょっとだけ緩めてあげます。あんまり緩めるとですね、今度スカスカになってしまうので、ちょっとだけ緩めて、ちょっと抵抗があるような感じで動くぐらいがいいかと思うんですけれども、ここの位置を調整するんですけれども、これはですね、実際、自分がおすすめするのはですね、実際走りながら、この位置、ちょっとずつ動かしながら調整してみてください。ネジを緩めた状態でですね、軽く抵抗があるぐらいな感じで、軽く緩めた状態で、このまま操縦台に持ってってください。でそこでですね、走らせながらイメージするしっくりくるところがあるかと思うんで、走らせながら、ちょっとずらしてみて、もう一回また走らせながらまたちょっとずらすっていうのを、これをですね繰り返してみてください。そうするとですね、すごく違和感のないポイントっていうのがですね、絶対見つかると思うので、それを繰り返してみてください。遠ざけたり近づけたり、ちょっとずつ動かしながらですね、操縦してみてください。そうするとですね、きっといい位置が見つかるかと思います。でもいい位置が見つかってしまえば、あとはですね、この緩めたピストンもギュッと締めて、ここで固定してしまいます。そうするとですね、もうずれなくなるので、いい位置で、使えるようになるかと思います。であとはですね、最後に、この硬さですね、硬さ調整も、可能なんですけれども、硬さを調整するときはですね、一度これスライドで、頭ですね、頭取ってあげてください。そうするとですね、ここに 1.5mm のビスがあるんですね。
で、これをですね、緩めることによって、緩めてあげるとですね、この硬さ柔らかくなります。で、締め込んであげるとですね、今度硬くなります。ここで、硬さの調整ができるので、これは結構好みによって分かれるところだと思うので、この 1.5mm のビスですね、六角のビスで締めたり緩めたりして、最後にこの硬さ調整してあげてください。ここまでできればですね、かなり違和感なく、操縦できる状態になったらと思うのでですね、かなりブレーキやりやすくなるかと思います。はい。あとですね、ちょっと1個すいません、忘れてました。このですね、トリガーの部分ですね、ここもですね、実は標準で2種類入ってまして、この、普通に最初ついてるのがこの標準タイプなんですけれども、このワイドタイプっていうのもあるんですね。なんでですね、指の太い方、指の大きい方はですね、ぜひこっちのワイドタイプの方がやりやすいかもしれないので、これもですね、合わせて、試してみると良いかと思うので、自分の手の大きさに合わせてこの、標準とワイドのですね、2種類ぜひ選んでみてください。はい。で、最後にですね、これはちょっと便利ポイントなんですけれども、この NEXT LDT、下にバッテリーが入るタイプになってます。でですね、充電式の、リッポバッテリー、リフェバッテリーを使う場合でですね、ここにバランス端子が出るようになってます。で、ここにバランス端子が出るので、バランス端子からですね、充電するタイプの、充電器でしたら、ここに直接つないで、電池を取ることなくですね、充電できるようになってます。でですね、近藤化学からですと、こういった BX31LF っていう、USB タイプの、バランス端子から、取る、充電器がついてますので、そこにですね、この付属の、ケーブル使っていただければですね、このまま挿して、充電することもできるので、以前のものよりですね、充電、するのも楽になってます。はい。こんな感じですね。ざーっと、以前にも紹介した内容ではあるんですけれども、この EX NEXT LDT のですね、レイダウントリガーの、特徴について説明しました。でですね、頭の部分は当然EX NEXT ですので、EX NEXT の、世界最速の、レスポンスとですね、機能、あとテレメトリーなんかも全部、同じようにですね、EX NEXT と同じように、使えますのでですね、こちらの、こちらの EX NEXT LDT ですね、ぜひ、試してみてください。はい。ということでですね、今回の動画は以上になるんですけれども、また随時ですね、リクエストの方、質問コーナー、受け付けておりますので、この動画で、やってほしい内容とかですね、質問とございましたら、コメント欄、ぜひ書き込んでみてください。それではまた。